こんにちは、ナースロボ、タイプ T です。今回はパルワールドというゲームについて解説していきます。この動画はパルワールドってどんなゲームで、何をしていけばよいのかを、序盤の攻略を解説していきながら説明します。ゲーム内のチュートリアルは少しゲーム慣れしている人向けなので、一つ一つ順を追ってなるべく丁寧に見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。ゲームをスタートすると右も左もわからないところから始まります。まずは画面右上のチュートリアルを頼りに進めるのが良いです。基本的な要素はチュートリアルを進めることで理解できます。木や石を拾って素材にし、サバイバルに必要な道具をクラフトしていきます。操作はジャンプやローリング回避、しゃがみ移動等、結構アクション要素ありです。目の前にあるのが七点心ではなくてワープポイントです。インタラクトでワープポイントが解放できます。このゲームではこのようなファストトラベルのできるゾーンに直接アクセスしないと、ファストトラベルを利用できませんので注意です。いつでもどこでもファストトラベルできるわけではないということですね。またこのような解放要素等で、後ほど説明するテクノロジーポイントというものが入手できます。最初に道具を作るための作業台をクラフトします。この作業台のようにクラフトするために必要な設備を整えていく、サバイバルクラフト要素が楽しいところです。あれ、パルは、と思わずもう少し待ってください。レベルアップすると、テクノロジーポイントの入手とステータス振りができます。HP、スタミナ、攻撃、防御、作業速度、所持重量、ステータスを触れるのは防御以外の項目です。所持重量や作業速度あたりが序盤はおすすめです。最初に作れる道具は棍棒、松明、石のツルハシ等のです。一応 NPC と会話もできます。現状あまり大した NPC との交流はありません。商人と取引ができるくらいですかね。クエストみたいのは今後のアップデに期待です。先ほど入手したテクノロジーポイントを使用することで、新たなクラフト要素を解放できます。今回はテクノロジーポイントでパルスフィアを解放しました。すると先ほどまでクラフトできなかったものが、作業台で新たにクラフトできるようになります。パルスフィアを含めて、隠し道具を一通り全部作ってみましょう。作業台でクラフトしたものは一度作業台に完成品が置かれます。そのためクラフトした後に忘れることなく道具を入手してください。気を抜くと作業台に道具を置いてけぼりにしてしまいます。ひとまず棍棒を入手したら石や木を拾いながら他のものをクラフトします。本当はツルハシで石を取るんですが、最初の少しだけ棍棒で代用します。木からの木材の入手物の代用で棍棒を使用できます。ぼーっとしてたら夜になってしまいます。このゲームは夜等の光がない場所はとても暗いです。ゲーム内でのガンマ値変更は現状ありません。このゲームのどこかで見たことのあるような生物であるパルも特殊な例を除いて夜になったら眠りにつきます。暗いので松明を作ります。気温の変化もゲーム内であるため、対策をしないと夜は寒さでダメージを受けます。松明などの日は周囲に明かりと暖かさをもたらします。ベッドで夜の時間をスキップできるまでは少し厳しいです。なんとか1日目の夜を乗り越えましょう。夜の間にパルジウムの鉱石を見つけました。濃い鉱石で小さめなので夜でも見分けられます。パルスフィアをたくさん作ります。今後も大量に作り続けることになります。パルスフィアの作成には作業量という値が小さいので、比較的に短時間での量産が可能です。それでは待ちに待ったパルたちとの交流です。レベルが高いパルは強いので要注意です。棍棒が武器になるので、棍棒を使用します。HP をギリギリまで減らすことで高確率でパルをゲットできます。ドロップアイテムの入手をパルスフィアでも獲得できるので、パルスフィアがある限りたくさんパルをゲットしましょう。ゲットしたパルは手持ちならばいつでも呼び出し可能です。呼び出しと同じボタンでしまいます。パルスフィアを投げるときに長押しでゲットできる確率が見れます。何回かの抽選を通過するとゲットできます。パルの後ろからパルスフィアを投げると確率ボーナスがあります。ですが奇襲をするよりも弱らして捕まえた方が確実ですね。パルの攻撃はローリング回避で避けられます。タイミングを見極めて回避入力しましょう。パルの攻撃パターンはパルごとにある程度決まっているので、慣れてしまえば回避できるようになると思います。HP を少なくしたらあとはパルスフィアを投げ続けるだけです。パルスフィアで逃げられても、
少しだけパルが硬直するので、その隙に再度パルスフィアを投げることができますね。このマップ上に隠された緑色のクルリス像を集めると、力の石像という建築物でプレイヤーの捕獲力を底上げできます。探索しどんどん収集して、パルの捕獲力を上げましょう。入手した手持ちのパルは、インベントリをこのタブから確認できます。パルには属性タイプ、固有のスキルや作業特性等いろいろとあります。ちなみにプレイヤーキャラがパルに直接使用できるスキルがあったりもします。パルに指示を出したり、可愛がることもできます。エモートもこのパレットで同様にできますね。かわいい。ある程度探索して広い場所やお気に入りの場所を見つけたら、本格的に拠点作りをしていきます。とは言っても床と壁と屋根はベッドのスペースさえあれば良いです。パルボックスさえ置けば他の設備は問題なく建築できます。まず床を置いてみましょう。一つずつ置く他にも連続で建築もできます。ちなみに建築物は建築メニュー時の画面下から解体モードにして簡単に解体することができるので、比較的気軽に建築ができます。解体したものの素材はすべてロスなく手元に変換されるので安心してください。それでは拠点で最も重要なパルボックスを建築します。パルボックスを建築しアップグレードしていくことで、拠点の設備を強化し、パルを多く配置することができるようになります。パルボックスは見た目以上に配置スペースを取るので置き場所に注意です。パルボックスからは拠点の管理、アップグレード、ファストトラベルができます。拠点のアップグレードは設備の段階を追って行われるので、アップグレード項目をクリアしていくことで、拠点を充実させることができます。ファストトラベルは一度開放したワープポイントへ移動できます。拠点の管理メニューからは、拠点へのパルの配置、手元のパルとボックス内のパルの管理ができます。画面下側の枠が拠点に配置するパルについてです。パルは作業適性に合わせて、拠点内のプレイヤーの作業を手伝ってくれます。このパルは3つのマーク、作業適性があることがわかりますね。また建築時の素材はパルボックスの領域内なら、手元の素材だけでなくチェスト内のアイテムを素材として消費できます。つまり木や石をチェストに全て収納して手元になくても、パルボックス内の領域なら自由に建築ができるということですね。キャラクターには所持重量があるので、拠点内のチェストにたくさん素材を集めてから建築をして拠点を増設していくのが基本です。月に夜をスキップするためのベッドについてです。ベッドは屋根がないと使用できないんですよね。そのため屋根を建設する必要があります。一番簡単なのが床を屋根にしてログハウスみたくする建築ですが、どうにかして三角屋根をつけようとしてます。つけたい屋根の高さまで壁を伸ばしたら設置できました。前に床や三角屋根があれば天井判定になります。とりあえずこの字型に床と壁と屋根を建築するのがおすすめです。ベッドで寝ることで安全に夜をやり過ごせます。屋根さえあればこれだけ見通しが良くても平気です。拠点内ではパルを放牧できたり畑を作ったりもでき、生活要素盛りだくさんです。空腹ゲージはもちろんパルにもあるのでご飯をあげたりもします。序盤はベリーを取ってそのまま食べるか、焚き火で調理して食べると良いです。建築時にはそれぞれの作業をしていたパルたちが一斉に建築作業を手伝ってくれて可愛いです。手作業の適性があるパルたちが総動員で手伝ってくれます。一人で作業するよりも何枚も早くできます。喜んでいて可愛い。ということでパルワールドの本当の最序盤における攻略解説動画でした。パルワールド、非常に面白いです。発売されて数日も経たない現時点でも、世界のスチーム同時接続数が最大時に85万人を超えるなどかなりの人気を博しているこのゲーム、ぜひとも皆さんも一緒にプレイして楽しみましょう。また需要があるか、気が向いたら今後もパルワールドの解説動画を投稿していきたいと思います。いつも高評価、フォロー、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。